皆さんはジョージアと聞いてどんな国を想像するでしょうか。おそらくジョージアを知っている人は中世ヨーロッパの街並みを思い浮かべると思います。南コーカサスに位置していることもあり、独特な文化を築いてきた国なのですが、ソビエト連邦に支配されていた時期もあり、ソ連色が強い地域も数多く存在します。今回はそんなジョージアの裏の顔を見てきました。Hello, what's up? This is Gon ということで、現在自分はジョージアの首都トビリシにいるんですが、今日はですね、そんなジョージアの中でもソ連色が色濃く残っている地区、サブルタロ地区を散策していきたいと思います。皆さんね、ジョージアというとその中世ヨーロッパの街並みを想像する人がほとんどだと思うんですけど、1900年代にね、70年間、ソ連に支配されていたという時期もあって、そういう理由もあって、ソ連色が色濃く残っている地区も数多く存在しています。ということで早速ですが散策していきましょう。ということでまずはこちら、ステートユニバーシティ駅を降りたところまでやってきました。もうね、駅を降りた瞬間からね、ソ連の匂いがしますね。この正面にあるこのコンクリート製の、集合住宅、こういった住宅が2つ並んでいます。ということでまずはね、目当ての建物があるのでそちらまで向かいたいと思います。ということでだんだんとね、目当ての物件まで近づいているんですけど、やっぱりね、ここら辺はもうどの建物もこのソ連時代のねアパートですね。旧ソ連のね国に行ったことがある人だとね分かると思うんですけど、もう旧ソ連圏はどこもねこんな感じの住宅ばかりになってますね。ただね、ジョージアの面白いところはこんな感じでウォールアートがね本当にいろんなところにあって、このソ連時代の建物にもしっかりとねこんな感じでウォールアートが描かれていますね。ということでサブルタロを歩いてるんですけど、さすがにねオールドシティと違ってここら辺は観光客は全くいませんね。地元住民しかいません。でも本当にね、この建物一つ一つに歴史をね感じますよね。こういう建物を見て回るのがね楽しい人は結構おすすめですね、ここら辺。ということで目当ての、物件に到着しました。こちらもねそのソ連時代に建てられた建物なんですけど、この14階にね橋が見えると思うんですけど、あの橋がねかなり、有名なマンションになっています。建物自体もねそのベランダ部分が結構面白い形になっていて、他のアパートとは違った形になってますね。こうやってね見てもらうと分かると思うんですけど、もう全部がねコンクリート製ですね。典型的な、ソ連時代の建物になっています。正直ね雰囲気はえげつないですね。完全に廃墟かと、間違えてしまう感じですね、これは。ちなみにこの橋なんですけど、こんな感じで3棟がつながってて、なんでこんなデザインにしたのかが謎ではあるんですけど、それがね現在になって、注目を浴びている建物ですね。さあということで、エレベーターで向かっていきましょう。だいぶ古めですね、これは。よいしょ。14階。もしかしてこれなんかカードとかいるやつですかね。乗れないっぽい。奥にねもう一つエレベーターがあったんで、こっちに乗っていきたいと思います。どっちにしろねこれめちゃくちゃ古いエレベーターですね。14階。これもダメ？これどうしたら動くんだろうね。ということでね、なんかエレベーターが動かないんでちょっと調べてみたんですけど、住民用のエレベーターとその観光客用のエレベーターが分かれてるらしくて、現在ではその上の、端に行くためには、部外者用の、エレベーターに乗らないといけないみたいですね。でそのエレベーターがちょっと見つからないんで、またこれちょっと探していきます。ということでね、現地のおっちゃんに聞いてみたんですけど、なんかねこの3番目の建物よりもさらに、上に上がったところから、なるほど、ありましたね。今この左側に見えてるのが3番目の建物なんですけど、さらに奥にね、なんだろうこれ、高台があって、そこからね行けるみたいですね。ということでここを登っていきましょう。結構ねこれ長い道のりなんですよね。だいぶね丘の上にあるということで、
これをね全部登っていかないといけないですね。この階段はね多分そのソ連時代に作られたものではないかなと。建物が全部基本的にソ連時代のものですからね。よいしょと思って登ってきたんですけど、向こう側にね橋があるのが見えるんですけど、こっちまた違うマンションに来てしまいましたね。Excuse me, how can I go to the bridge? Up? This way. ということで、通りがかりのおばちゃんに聞いたら、おそらくこの建物の4階から行けるみたいなので、4階まで上がっていきましょう。いや、だいぶ上がってきましたね。ここをね全部登ってきました。ということで、スカイブリッジへの入り口にね到着しました。ここからね進んでいきます。いやー面白いよねこの建物。ソ連時代に建てられた建物なんですけど、本当にねなんでこのデザインにしたのかが謎ですね。建物は全部で3棟あって、その全てがねこんな感じで橋でつながっている形になっています。このソ連時代の建物の無機質な感じ、結構ね面白いですよね。外から見ることは結構あったんですけど、中に入るのは初めてですね。内部はこんな感じで落書きだらけになってますね。いや本当にね面白いですね。もともとはただの旧ソ連時代のね建物なんですけど、その建物が、ね、独特すぎるということで、現在ではねスカイブリッジと言われて、地元民にとっての、観光する場所にも、ね、なってるという感じですね。いやということで堪能できましたね。せっかくなんで帰りはエレベーターに乗って帰りたいと思います。ということでこちらありましたね。これね事前に調べてたんですけど、エレベーターに乗るのに20手取り必要なんですよね。これは観光客用にとかそういうことじゃなくて、もともとソ連時代に建てられた時から、エレベーターはこういう形になっていたそうです。さあこのエレベーター、20手取りをここに入れろと。これで OK かな。面白いね。この14階と1階にしか行けないようになってます。ということでこんな感じでした。結構エレベーターの音自体は大きいんですけど、別にそんなに危なそうとかそういう感じは感じませんでしたね。ということでスカイブリッジはね、堪能できたので、またこの地区をね散策していきたいと思います。とりあえずね朝から何も食べてないんで、何かここら辺のご飯をね食べていきたいですね。ということでメインストリートの方まで戻ってきました。表通りに関しては最近のね企業が入ってたりもするんですけど、ただやはり建物とか、あとこの道がだだっ広い感じ、こういうところはね完全にソ連っていう感じがしますよね。あそこにそびえ立っているのはバージャ・プシャベラっていう人らしいんですけど、いやこういうのもね完全にソ連感ありますよね。どでかい銅像をね作りがちなんですよね。あれは解体中の、おそらく旧ソ連時代の建物ですね。この地区もねだんだんと再開発がされているということで、ソ連時代の建物はどんどんとね取り壊されてはいるようですね。ちなみに皆さんご存知かどうか分かんないんですけど、基本的にジョージアとロシアってめちゃくちゃ関係が悪くて、こういったね落書きも街中でたびたび目にしますね。多分10回以上は見てると思います。ということでお昼はこちらマージというお店で食べていきたいと思います。こちらシャワルマのお店ですね。こんな感じで地元民にねかなり人気のお店になってるんで、ちょっと並ぶんですけど、値段帯はこんな感じですね。ラージサイズで14ラリ、スモールだと10ラリです。こんな感じでねお店の前にめちゃくちゃ人並んでると思うんですけど、これは出来上がるのを待ってる人たちですね。自分もこんな感じでレシートもらって番号来るまで待ってます。ということで買ってきました。ミディアムサイズで12ラリですね。だいたい650円ぐらいかな。早速食べていきたいと思います。さあということで食べていきましょう。自分ねミディアムサイズ頼んだんですけど、結構こんな感じででかいです。スモールサイズでもよかったねこれ。シュワルマってケバブの一種なんですけど、回ってる肉をね削って中に詰めてますね。ということで早速ですがいただきます。
めちゃくちゃうまいまあこういう系って基本的にやっぱり外れないですよね。しかも地元の人にねかなり人気のお店ということでめちゃくちゃうまいです。中はこんな感じですね。まあケバブですまあ多分ねこのサイズだったらもうスモールサイズでもねお腹いっぱいになると思うんで、これ1個でまあ10ラリから、まあ、結構安いんでね皆さんもぜひぜひ食べてみてください。いやということで次はこちら、バンク・オブ・ジョージアにやってきました。圧巻ですね。この崩れかけのジェンガみたいな建物ですね。まあ、現在はねそのジョージア銀行の本店がね入ってるんですけど、もともとはソ連の時代に、1975年ですね、ソビエト連邦の運輸省が入っていた建物になります。いやー面白いよね。まあ、こういうね建築に興味がある人は一度はね訪れてみるのもいいかなと思います。でこちらね世界中にその似たような建物あるんですけど、有名なもので言えば2000年代に入ってからシンガポールに作られた、まあ、このジェンガ像の建物があるんですけど、まあ、おそらくねこの建物を元ネタとして作ったのではないかなと思われます。さあそして次はこちら、旧博物館にやってきました。こちらの建物は1988年、まあ、ソ連時代にね、建てられた建築物なんですけど、まあ、この見事なね、ブルータリズム建築ということで、まあ、ジョージアにおいてその建築が好きな人からはね、かなり貴重な場所となっています。いやーすごいね。なんていうかこの荒々しい感じ、武骨な感じが、まあ、ザ・ソ連っていう感じがしますよね。これこそザ・ブルータリズム建築という感じがします。で現在はね中が廃墟になってるらしいんですけど、なんかねさっき外からちらっと見た感じ電気がねついてたんですよね。もしかしたら、まあ、中に入れるかもしれないということで、近寄ってみたいと思います。これねサイズ感分かりにくいと思うんですけどめちゃくちゃバカでかいです。いやこの門の感じもねすごいね。センサーがついてますね。まあ電気ついてたんですけど中に警備員さんがいましたね。まあ、現在はその一般の立ち入りは禁止されているみたいですね。まあ、完全に廃墟になってはいるんですけど、まあ、貴重なブルータリズム建築ということで、まあこうやって守られているという感じですね。ちなみに博物館の周囲はねこんな感じになってて、まあこれもソ連感がすごいですよね。おそらくソ連時代に建てられた、まあ、建物だらけということで、まあなんというか無機質で荒廃的な感じがしますよね。はい、ということで裏ジョージア編いかがだったでしょうか。まあ、おそらくねその皆さんが思い浮かべている、ジョージアトビリシのイメージとはねまたちょっと違う、感じをねお見せすることができたのではないかなと思います。ということで、このチャンネルでは海外のリアルをお届けしていますので、よければ最後にチャンネル登録そして高評価の方もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。